叡王戦で菅井竜也八段を退け、3連覇で防衛を果たした藤井竜王。千日手によって1日に3局指した両対局者からは、盤上で一歩も引かない意地や気合とともに、体力や知力を尽くした後の緊張から解き放たれた静かな感想戦も印象に残りました。藤井竜王は、史上最年少名人の奪取をかけて、明後日31日から名人戦第5局で再び渡辺名人と対局します。そこで、対局に社会的な注目がより一層集まる中、改めて渡辺名人と藤井竜王の対戦を振り返っておきたいと思います。先日、文春オンラインで昨年度の将棋界を見る将の視点で振り返る見る将アワードが発表されました。次の8つの賞が設けられ、ファンからの投票によって選出される仕組みとしています。名局賞、最優秀棋士賞、最優秀女流棋士賞、ベストパフォーマー賞、ベストエッセイ賞、名言賞、ベスト寄付コメ賞、ベストサポーター賞の8つです。東京の純駆動池袋本店で深浦康市九段と遠山雄介六段を招いて選考会が開催されたそうです。名局賞に選ばれたのは棋王戦第3局の渡辺藤井戦です。文春オンラインでアップされた記事を追いながら関連する情報を参照し、この対局を振り返っていきます。この棋王戦第3局の立ち会い人を務めた深浦九段は次のように述べています。藤井さんじゃないとあそこまで追い込めないですし、渡辺さんに運があったなと。感想戦では屈託なく読み筋を披露して、たまに笑ったりして、とても美しい光景で素晴らしい対局だったと思います。これについては月刊文藝春秋6月号でも触れています。藤井さんに大きな見落としがあったにもかかわらず、それを感じさせないほどの爽やかさで感想戦を行っていました。私や羽生さんが若い頃の棋士たちには、自分の癖を見破られないように手の内を隠すような傾向があった。私と羽生さんとの感想戦でも重要なポイントをはぐらかすような場面があったと思います。この点について、羽生九段自身が将棋世界戦後記念号の中で次のように述べています。昔の先生は研究会をやらなかったじゃないですか。だから感想戦が研究会なんですよ。そこで一から勉強している人も多かった。これは昔の感想戦が現在と異なり、大山十五世名人は決して本音を語ることなく、ごく短い時間で終わらせていた一方で、羽生九段が短所となり、終盤の正確な結論を出すようになったことにつながっています。また、インタビュアーから研究会について、内藤先生は棋士同士が研究会をやるのはくだらん。戦う者同士が一緒に仲良く研究してどうするんだとよくおっしゃっていました。でも今は、戦う者同士が研究会をやるのは当たり前になっていますよね。羽生さんの時代から研究会がプロのトレーニングの場所として当たり前になったと質問された際、羽生九段はネットとコロナで環境がだいぶ変わりましたが、対局がトレーニングになることは確かで、それはこれからも続いていくことでしょう、と返答しています。渡辺名人が藤井竜王との感想戦がえぐいとツイートして話題となったことは記憶に新しいところです。深浦九段、遠山六段とも藤井竜王の読みの精度、記憶力の確かさ、変化の提示の素早さに驚嘆しています。ここで棋王戦第3局を今一度振り返っておく必要があるでしょう。以下では名人戦との混同を避けるために両棋士をそれぞれ渡辺、藤井と名指していきます。棋王戦第3局は第2局までと同様に角換わりとなりました。藤井の先手番、渡辺の後手番。対局開始から1時間足らずで先手の65手目まで進みました。ハイペースで指し手が進んだわけです。両トップ棋士による事前研究に基づく現代将棋でした。森内九段が軽妙で丁寧な解説を戸辺七段と掛け合いで解説しました。藤井さんも対局日程で忙しいと思うのですが、よく研究されていますね。マイナーな形で前例の少ない形だと思います。角換わり腰掛け銀は予想されたわけですから、
渡辺さんが前例の少ない形へ誘導したと言っていいのではないでしょうか。これに対して藤井さんはどこまで深く研究しているかは分かりませんが、ある程度カバーしている局面だと思います。藤井が67手目に8四歩を指し、森内九段がコメント。午前中に決断の手が出ましたね。前例から外れ、自分で一手ずつ考えていかないとならず、高度で難解な展開が予想されます。局面が動くので、知らないと指しにくい手です。機械を代表するいわば腕自慢が、互いの自力を試し、真正面からぶつけ合う展開となっていました。立会人の深浦九段は、対局を見守る合間を縫って、食レポの後に局面を端的に説明していました。なかなか簡単に説明するのが難しい手もあったり、濃厚な将棋で新しい局面を互いに開拓しているという印象があります。中央をめぐる指し手争いが激しくなる展開です。73手目に藤井が人間には指しにくい7七玉を指しました。やったの？本当にやりますかね。見えるけどまあやらないでしょうという手ですね。いやと森内九段が思わずつぶやきました。驚きをまるで隠すかのようにアイスコーヒーを飲んで顔をしかめた渡辺。文春オンラインの記事の中で遠山六段は次のエピソードを明かしています。私はこの対局の翌日、たまたま将棋会館で渡辺さんにお会いしてこの将棋の話をしたんです。渡辺さんは中盤あたりではもういただいた将棋だと思っていたけど、随分抵抗してくるなと思っていたら AI で調べるとそれほど決まっていないことが分かったと。 AI で調べて後から凄さが分かってくるということもあるんだろうなと思いました。渡辺はもういただいたと思っていたにもかかわらず、顔をしかめたのは随分抵抗してくるなと感じたからだったのかもしれません。深浦九段はこの7七玉についてなかなか解説しづらい手順が進んでいます。この手は森内さんの顔も浮かんだのですが、今日は木村和子さんはいますかね。木村和子さんという女流がいて得意そうな手ですねと笑いを誘いながらコメントしていました。以降、藤井は伊藤匠戦で見せたゴールキーパーの進軍を想起させるような玉の進軍を見せ始めました。解説の戸辺七段も見たことのない局面になっていますね。いやこれ全然わかんない。本気出さないと読めないな。超難解なパズルを頭の中で解く感じですね。いやすごいね。これどうなってるのとプロもうなる進行となったのです。割と後手が指せるのではないかという形勢判断から戸辺七段が渡辺勝利を読み込んでいたものの、森内九段がいや珍しいですよね。渡辺さんは勝ちが見えた際に逃すといったことはまずありませんのでと解説する展開となり、評価値が揺れ動きました。105手目、藤井の6五銀打ちで一気に渡辺勝勢となるも、数値は揺れ動き続けました。秒読みになり、指し手がどんどんと進み、140手を超えました。最後の最後まではからず、局面が目まぐるしく動く、熾烈な大熱戦です。150手目、渡辺が1七金を打ったところで、藤井の大逆転が三度起きました。しかし、155手目、渡辺玉は積んでいた、という控え室が騒然となったそうです。渡辺が再度逆転したのです。160手目、渡辺が1六に玉を動かす前後に、藤井はがっくりとうなだれながら、しかし再び盤面に集中するのを繰り返していました。詰みを逃したことを気がついている様子でした。感情をあらわにして悔しさをにじませていたことがとても印象に残りました。森内九段によるめったに見ることのできない終盤戦です。というコメントの通り、両者の玉の接近が地点を変えて出現した稀有な一局でした。174手目、渡辺の3九銀打ちで藤井が投了しました。難解な中終盤で鋭い攻めで踏み込み、勝負術と剛腕を遺憾なく発揮した渡辺に対して、藤井は驚異的な粘りで応じました。
渡辺の気迫と藤井の読みがせめぎ合ったプロもうなる頂上決戦でした。文春オンラインの記事で冒頭に紹介、引用された将棋ファンの50代女性によるコメントは次の通り、秀逸なものでした。まさに最高峰の戦いにふさわしい名局でした。渡辺棋王リードで迎えた両者1分将棋の最終盤、藤井竜王がじりじりと差を詰めた中、巡ってきたチャンスにまさかの藤井竜王の積み逃し。気づいてから全く隠すことなくがっくりとした様子からは、藤井竜王は決して相手と戦っているわけではない。盤上に提示された局面と戦い、また自分自身と戦っているということだと理解しました。私は藤井竜王ファンなので、勝ち局を名局に挙げたいところですが、藤井竜王の盤上の最善だけを求める姿に胸を打たれ、本局を挙げさせていただきました。私は、渡辺棋王も、藤井竜王の先手28連勝で止め、最高のパフォーマンスで角番をしのぎ、意地を見せたのは素晴らしかったと思います。見る将として、これ以上の名局はなかったと思います。遠山六段が、負けた方が話題になって皆さんの記憶に残ると、それまでは勝って記憶に残っていたのに、今は負けて記憶に残ると。とコメントすれば、深浦九段は、そういえば羽生七冠の時もそうでしたね。と返し、藤井六冠のレーティングの値が2000点を超え、偏差値に換算すると84だという、棋士の中でただ一人、もはや異次元とも呼べる孤高の頂に位置していることを裏付けるものでした。名人戦第5局は、ますます注目を集めています。